はい。皆さん、こんにちは。今日は ATTV のシャープ135です。この ATTV は支援技術、アシスティブテクノロジーに関する情報をお届けする YouTube チャンネルです。このチャンネルで過去に配信した動画はこのチャンネルに全てアーカイブとして残っていますので、この動画を見終わった後にでもぜひご覧いただければと思います。さて、今日はシャープ135で135回目なんですけども、何の話をしようかなと思っていたんですが、ご覧のように今日はいつもとは違うところからお送りをしています。今日は外で動画撮ってます。それもこれをちょっと試してみたかったから、外での録画ということになりました。これ、あしらせというデバイスです。ちょっと前にね、発売されて、もう使ってらっしゃる方は使ってらっしゃる感じのデバイスなんですけども、視覚障害のある方をガイドするためのデバイス。で、ガイドって言っても、なんかこう、障害物を検知して知らせるみたいなタイプのデバイスではなくて、このデバイスが目指しているのは、道案内ですね。次の角を右に曲がると目的地にたどり着けますよとか、目的地にたどり着いてあなたの右側に目的地がありますよとか、そういうことを教えてくれるデバイスで、なんでじゃあわざわざこんなものを装着するのかっていうと、これちなみに靴につけるデバイスで、左右の靴、こっちが右足、こっちが左足なんですけども、左右の靴にそれぞれこういうふうに、後で装着するところ動画にしますけども、装着するんですが、なんでわざわざこんなものをつけるかっていうと、これ振動デバイスなんですよね。右に曲がるべきときは右側の足が振動する。左に曲がるべきときには左側が振動するみたいですね。耳を使わずに情報を提示することができるようにするデバイスなんですね。なので、やっぱりイヤホンでもしてれば、音が出たとしても、カーナビみたく、100メーター先右ですとか言われてもいいわけですけども、イヤホンをしてしまうと周囲の音が聞こえなくなってしまうので、これ視覚障害の人たちにとっては歩くときに情報源の一つを塞いでしまうことになりますから、ちょっとやりづらくなるんですよね。でもちろんそれを回避するために、骨伝導イヤホンみたいなね、ものなんかもあるんですけども、これは耳は開けたままにしておいて、触覚的に情報を伝えるっていう、そういうデバイスになっています。で、今日はね、この後、装着から実際に歩いてみるところまで試してみようと思いますけども、大学のキャンパスの中を歩いてみようかなと思います。ここ、大学のキャンパスで、ちょうど食堂の前の広場のところになるんですけども、こちらから、とある学部の建物まで歩く。それを動画にしてみたいと思います。それじゃあね、本編の方入っていきたいと思います。はい。それじゃあ、いきなり足ですけども、装着していくところをやってみたいと思います。右足の方はもう装着が済んでいます。これ左足ですけども、右足の方はもう装着が済んでいます。普段履いてる普通の靴に取り付けて使うことができます。普通の靴って言っても、スニーカーみたいなものじゃないとダメですね。ハイカットみたいなものだとちゃんとつけられないことになりますし、あとどうですかね、ヒールの靴なんかも多分これには向かないだろうなと思います。で、左足の方はまだついてないので、これからこれ装着していきたいと思うんですけど、こんな風にね、非対称の形しているので、長い方がかかとの方に来て、こっちが足の甲の部分に当たるようになります。こんな感じにね、靴に入れていきます。先に前側を入れて、ここがね、クリップ状になっているので、これを靴の外側の側面に挟み込みます。こう入れて、で、長い方をね、ぐるっと、かかとのところを回し込んで、これで完成ですね。こんな風につきます。で、これをあとは履けばいいと
でね、これ、靴に何かこう、装着するので、ものすごい違和感があるかなと思っていたんですけど、私自身はそんなに違和感がなかったです。なんていうのかな。人によっては気になるって方もいるかもしれないですけど、なんかすごく当たって痛いとか、そういうことはないようです。なので、よっぽどね、タイトな靴を履いてたりすれば、ちょっと当たって痛いとかがあるのかもしれませんけど、普通にフィットしてるスニーカーであれば、違和感なく装着できるんじゃないかなと思います。それで、いよいよ、使っていくんですが、この後スマートフォンでの操作に入るんですが、その前に電源を入れます。電源側面についてるんですね。側面。これ触ってわかるように、突起がちゃんとついているボタンになっています。これ、両側、右足、左足、それぞれ、電源独立しているので、それぞれ電源入れます。次、こっち。ちょっと音がね、小さくて聞こえづらかったかもしれませんけど、小さくピロリロリっていう音がして電源が入ったことが音で確認できるようになってます。これで足元の方の準備はできました。はい。じゃあ装着も済んだことですからね、実際にアプリ立ち上げて使っていきたいと思います。あしらせ2つともBluetooth で、スマートフォンと接続されて使えるようになっています。私のね、横にスマートフォンの画面出しておきたいと思いますので、そちらも参考にしながら見てください。今日は私目で見て使えますけども、もちろんボイスオーバーでも使えるようになっています。あしらせ起動します。あしらせ起動すると、こんな感じで現在地を表示してくれます。左足デバイスのバッテリー残量 100%。右足デバイスのバッテリー残量 100%。はい、こんな風に装着されているあしらせのバッテリーの残量が読み上げられました。で、右上の3本線のところを見ると、あしらせのデバイスとどんな風につながっているかとか、デバイスの動作確認取れるので、ちょっと動かしてみたいと思いますけども、振動させてみましょうか。はい。振動の強さのボタンを押すと、その度に、振動するんですけども、さすがにね、振動までは動画越しにはお伝えできないんですが、今日、それ以外にも、音をどのくらい鳴らすのかとか、細かい設定ができるようになっています。それじゃあ、一番メインの機能であるナビゲーションを試してみたいと思うんですけども、今日は大学のキャンパスの中にいるので、大学のキャンパスの中の建物を選択したいと思います。で、目的地のところに文字入力することになるんですけど、ここに今日は教育学部まで歩いてみたいと思いますので、教育学部と入れます。で、そうすると、これ、教育学部っていうといろんな大学の教育学部の建物出てきちゃうわけですけども、近い順に並んでいるので、この大学の教育学部の建物が選べるようになっています。この中から教育学部と選びます。はい。そうすると、ルートが検索されて出てきます。これもね、今読み上げかかってないですけども、ボイスオーバー入ってれば、この部分もちゃんと読み上げがかかります。で、ここから170メーターぐらいしか離れてないんですけども、そちらに向かって歩いてみたいと思います。ナビゲーションを開始します。はい。これでナビゲーションが開始されました。設定画面で補足説明音声をオフにすることができます。ナビゲーション中にトントンまたは画面から方向確認をタップすることで進むべき方向と目的地までのルートを確認することができます。目的地、新潟大学教育学部等、ルートの距離は200メートルです。所要時間は3分です。20メートル先、左折です。150メートル先目的地周辺です。方向振動を開始します。
両足の甲が振動していれば方向が合っています。両足の甲が振動するように体の向きを合わせて歩きましょう。はい、というように、一通り読み上げます。今これ両足の甲が実は振動しているんですね。これ僕が180度向き変えると、実はかかとの側が振動するようになります。なので、向きが反対だよっていうのがわかるわけですね。じゃあもう一回正しい向きに向き直ってみます。これね、地図の方でちょっと角度がずれているので、右足の方だけが今振動しています。で、これ今広い広場の中にいるんですけども、こういうところからはまずその道路の方に一回出なきゃいけないんですね。で、この辺のなんていうのかな、ナビゲーションについては、ある程度、頭にイメージが入っていて、白状つくなり、モード券使うなりして出ていけないと、難しいっていうことになりますね。じゃあ一回道路の方に出て、道路沿いにナビゲーションに従って歩いていきたいと思います。正しいルートを進んでいるため、直進振動を開始します。両足の甲が振動しています。曲がり角に近づくほど振動のテンポが速くなります。曲がり角付近まで直進しましょう。はい。曲がり角の手前に近づいたため、方向振動に切り替えます。両足の甲が振動していれば方向が合っています。曲がり角付近では曲がる方の足の横が振動するので、曲がる方の足が振動したら曲がれる場所を探しましょう。曲がり終え、正しいルートを進んでいるため、直進振動を開始します。目的地に近づくほど振動のテンポが速くなります。まもなく交差点があります。120メートル先目的地周辺です。目的地はルートに対して右手にあります。というように、結構たくさんいろんなことを読みます。これ読み上げてるのは、無視しても大丈夫といえば大丈夫ですし、慣れてくればこれ消しても使えると思います。ただね、今回は全部聞いていただいています。で、今これも映像越しだと分かりづらいんですが、足の甲側だけが時々振動しています。これは、地図もね、画面に今出ているので分かると思うんですが、正しいルートに乗っているっていうことが、振動によって伝えられているんですね。で、この振動っていうのは、振動の間隔で目的地の距離が示されるようになっていて、目的地が近づいてくると振動が頻繁に起きるようになるわけです。まもなく交差点があります。まもなく交差点があります。これかなり頻度が高くなってきましたね、振動の。目的地が近いことがこれでわかります。
地周辺に到着しました。はい。この先、目的地の方向を確認する場合には、トントンまたはスマートフォンアプリのトップアップから目的地方向振動を開始することができます。目的地方向振動を開始した後、再度トントンまたはスマホの画面からナビ終了を選択することで、ナビゲーションを終了することができます。はい。これで着いたときは、両足の甲側もかかと側も両方大きく振動するんですね。で、目的地方向振動っていうのが確認できるので、押してみます。目的地方向振動を開始します。はい。そうすると僕の右足だけが振動しています。右足の甲側とかかと側、両方が振動しているんですね。右足は右、左足は左側にあることを示します。なので、目的地は右側5メートル先です。はい。というように右側にあることがわかるので、右に90度曲がります。でこうすると足の甲側の2個の振動だけがあるので、このまま行けばあるということがわかるんですね。こうやって一応細かい、入り口近くまでは誘導してくれたりします。これはわかるかな？ここに教育学部って書いてあるんですけどね。ちょうどこれで入るかな。はい。これで教育学部到着したんですね。まあ、ほとんどまっすぐでしたし、道のりも単純だったので、簡単な道のりで誘導するまでもなく、結構ね、白状歩行とか慣れてらっしゃる方だったら、すぐ分かっちゃうような、そんな道のりでしたけども、こんな風にナビゲーションをして、誘導してくれる、そういうデバイスがこちらのあしらせでした。この後ね、ちょっとまとめて終わっていくことにしましょう。はい。今日はあしらせという視覚障害者向けのナビゲーションシステムを少し試してみました。まあ、試してみたって言ってもね、200メーター弱しかないような非常に短い区間でしか試していないんですけども、ちょっと面白いデバイスだったんじゃないかなと思います。視覚障害の方に情報を提供する方法って、まあ、音声っていうのがね、割とすぐに思いつくものとしてありますけども、音声を使うとどうしてもこう耳を塞いでしまったりする必要が出てくるので、なかなかね、歩くときに耳塞いでしまうのは危険もありますので、使いたくない、もしくは使わない方がいいっていうことがあると思うんですけども、これは足に装着をして振動で伝える。で、振動を使って前、後ろ、右、左の方向情報を伝えることでナビゲーションをしようっていう試みでした。結構よくできていて、装着感も悪くなかったので、これを使って、街歩き楽しまれる方もいるだろうなっていうふうな感想を持ちました。で、今日僕、大学のキャンパスの中で試してみたんですけども、大学のキャンパスの中で使うっていうのも一つのいい手だと思うんですよ。で、今ちょうど春ですけども、今年の春、大学に入学した視覚障害のある学生さんなんかが、高校なんかに比べると大学っていうのはキャンパス広い場合も多いので、授業から授業に行くときに建物別っていうことも少なくないですよね。で、その時に自分で次の建物まで行くときにあしらせ使ってナビゲーションしてもらうなんていうのも広いキャンパスを攻略するためのいい手段なんじゃないかなと思います。はい。で、今日ご紹介しなかったですけどね、あしらせ実は目的地に到着すると、その目的地に電話をかけるためのボタンが出てきたりとかする、細かい気遣いもあったりするんですね。でそのあたりもよくできているなと思いました。建物まで到着できても、建物の入り口がよくわからないとかいうのは、視覚障害の方よくあるパターンなんですけども、そういったことにも気を使って、建物の中から人に出てきてもらって、入り口まで誘導してもらうなんていうことも考えられているなと思いました。
ただね、最初、冒頭に言ったことですけども、これ、あくまで視覚障害の方の地図上のナビゲーションを支援するシステムだっていうところは、よく注意が必要かなと思います。というのも、障害物検知なんかをしてお知らせをしてくれるみたいな、そういうコンセプトのものではなくて、地図上でここは右に曲がります、左に曲がりますっていうのを目的地まで誘導してくれる。カーナビみたいなもんですよね。で、安全確認は従来通りの方法。例えば白状歩行される方だったら白状だったり、盲導犬を使う方だったら盲導犬だったり、それから周囲の音とか、そういう情報を上手に使われる方も少なくないと思います。そういった方法を使いつつ、さらにナビゲーションの部分についてはあしらせに任せることができるよっていうのが、このあしらせっていうデバイスのコンセプトかなと思います。はい。ここまで動画見ていただいてありがとうございました。また次も動画出したいと思いますので、また次回お会いしましょう。ではでは。